こんにちは、今日です。食いしん坊は大阪富田林に来ました。2026年3月リニューアルオープンから3ヶ月後、オープンの熱が少し落ち着いたと思うので、亀の井ホテル富田林のオールインクルーシブをゆるーく私も体験してみたいと思ってやってまいりました。近鉄富田林駅南改札口を出て突き当たりを左、無料送迎バスで向かいます。チェックインは15時、バスで20分くらいとあったので、14時30分発のバスに乗ります。来ました。少し水色のバスが送迎バスです。バス利用の事前予約は不要です。シーズンは人数が多いと乗れない可能性があるので注意です。オールインクルーシブホテルはアンダの森、バリ&リゾート鞘の風に続き第3弾です。このチャンネルでは大阪グルメから旅先の名物までなぜ人気なのか、なぜ愛されるのか、体感を通じてゆるーくお届けしてまいります。ゆるいグルメ好きの皆さん、ぜひ高評価と登録をお願いします。ベルも全てにしていただける方はだいぶ好きです。一緒にゆるい旅グルメを体験していきましょう。亀の井ホテルに着きました。もともとはカンパンプの宿だったので、外観はその空気感が少しあります。入ってすぐに車椅子が数台、皆さん派手なところに目が行きますが、このバリアフリーが自然な癒しをもたらします。インクルーシブホテルならではの夜食は担々麺みたいです。軽食のご提供夕方の4時まででございます。あと1時間じゃ。ラウンジの利用は9時から22時30分までですが、軽食ランチは11時30分から16時。軽食ランチを楽しむ方は送迎バス11時か13時30分に乗って早めに入らないとピザはなかったです。なんとかピラフは残っていました。あと1時からあんまりない。アルコールの提供は15時から22時30分。ワイン片手に軽食を楽しみたい方はタイミングを測る必要がありそうです。アイスクリームなんとか軽食ゲット。で4時ま美味しくてパクパク。どんなピザだったのか見たかったです。それではそろそろお部屋へ。部屋着はロビーで選びます。でアメニティ。3階から4階は客室フロア。客室は全部で43室。壁には手すりが備えられています。今日泊まる部屋は和室ツイン。ベッドはセミダブルのシモンズ製ベッド。疲れを癒し深く眠れることで有名です。すっきりした配置です。部屋は展望風呂好きか風呂なしかの2択です。ほとんどの方は天然温泉の大浴場で十分じゃないでしょうか。今日のディナーは懐石料理で楽しみです。夜は少人数制で時間が決められています。チェックイン時に時間を希望します。温泉の宿ホテル第1位。今日は特別懐石なので食べ過ぎにはならないで済みそうです。すでに先付けが配膳されています。いらっしゃいませ。本日特別会席でございます。はい、お飲み物はフリードリンクでございます。懐石です。皆さんアルコール飲んでる。しかし残念ながら飲めないのでソフトドリンクバーへ。お作りをしてきます。あ、はい。これ朝用かな。朝用ビュッフェぐらい。何焼酎は結構豪華じゃないですか。麦の大阪焼酎に鹿児島の芋焼酎、沖縄の本格泡盛。お酒は右から河内長野の天の酒と千利休、左は白と赤のワイン。作りきました。もっちり田楽。味噌はたまんねえ。よもぎの香りが鼻を抜ける。酢の物でさっぱり。大きなエビは甘い。お作りです。富田林って山の中なのになぜか海の幸が豊富。全国各地にある亀の井ホテル。各地の名産をグループで取り寄せられるのが強み。地元に亀の井ホテルがあるのはお得すぎる。焼き物来ました。これ全部焼くんかな。カニって焼くの？焼くの？シソワみたいに砂時計いるんじゃん。ハモかなこれ。夏の代表料理ですね。カニはしっかり焼いた方がいいという。先にこれを食えと。でナスのグラタン。ちょっとカニが振られている気がします。あ、美味しそう。とろけるような口当たりが美味しすぎてカニが焼けないのを忘れられます。肉はいい焼き具合になってきたような気する。じゃあお肉食べますか。
肉とカニのこういう食べ方をさせてくれるところは少ない。うまっ。めっちゃ柔らかいし。黒毛和牛はやっぱ美味しい。さあ、やっとカニが焼けました。ほじくるやつってあるよね、普通。焼肉と同じタレで食べます。これが甘くて美味しい。これってステーキソースみたいな。黒毛和牛と焼きガニ、とっても美味しかったです。ちらし寿司にあすいまの。これで締めだ。ラストスパート。失礼します。どうぞこちらのお寿司まどうぞ。はすごい。い、どうぞ。ちょっと本来こちらなんですけれどもね、ちょっと手違いで、マジほんまはこっちだったんですけど、食べてください。こっちやったらしいね。これは間違いやったらしい。また今日も食べ過ぎてしまうわ。カニ味噌とエビや。まさか富田林でカニ食べれるとは思わなかったな。最後に身が大きいカニを食べられて大満足。カニ味噌の量も半端ない。亀の江ホテルだからこその懐石。チラシも残さない。食べてしまった。わらび餅系や。ドラゴンフルーツって言ってたな。水わらび餅が甘いので意外とぴったりの組み合わせでした。ごちそうさまでした。前後しますが、館内の案内、無料送迎バスの場合、帰りのバスの時間は抑えておきましょう。10時チェックアウトなので、9時半か10時半がベスト。11時30分まで待てば、1泊5食は可能。1階の売店は帰りに寄りましょう。ゲームの貸し出し、お子さんにはいいかも。大浴場は2階、宿泊者は無料のマッサージ機2台。反対側の奥にはカラオケルーム。オールインクルーシブホテル定番の卓球台にビリヤード。ちょっとサイズが。ファミコンや漫画などはありませんでした。元が漢方の宿ですからなくてもいい気がします。4階から階段を上って展望階へ行くことができます。きっとカップルやご夫婦にはロマンチックなことでしょう。それでは夜食前に温泉に入ります。夜食の時間帯は21時から22時30分。赤地獄は四川担々麺、白地獄の白ごま担々麺、黒地獄は黒ごま担々麺。どうして担々麺なんでしょう。しかも地獄担々麺。亀の江ホテルのルーツは別府観光の父と呼ばれる油屋熊八が11番の方。1911年明治44年10月亀の井旅館として創業。夜食の地獄担々麺は別府の名物地獄巡りの地獄を再現。2022年令和4年7月漢方の宿から亀の井ホテルと生まれ変わるときに全国共通リブランドキャンペーンの目玉として導入されました。そんな心意気があったんですね。おもてなしにいいねです。麺は極細。香港麺。地獄でも白ごまは濃厚でコクがあって食べやすい。麺のスープの吸い上げがすごいから塊を食べている感じです。レンゲが欲しかった。ごちそうさまでした。いいね。宿泊者は無料。すげえな。お、いつもの旅ではたくさんの人が利用しててなかなか空いてなくて利用したのは初めてかも。おはようございます。7時から9時が朝食ビュッフェです。さあ、朝7時。バイキングです。朝から豪華です。いただきます。まずはカニの味噌汁から。うどんセット。味噌汁はカニ味噌ね。とってもまろやかで胃に優しい。カニ味噌汁の反対には海鮮コーナー。イクラマグロシラスがたっぷり。山の上にいるとは思えない豪華海鮮丼の出来上がり。これだけでも何千円。いくら食べ放題が提供できるところがすごい。一口食べたら止まらない。一気に完食。
朝から飲めるってどっかで見たけど、今は中止みたいです。どんなビュッフェカウンターから選んだんでしょうか。パンも食べたいと思いますが、和食になってしまうんですよね。かなり美味しそうです。サラダバーに最初に食べたナスとインゲンの生姜あん、麻婆豆腐も美味しそう。鶏のトマトソースに、そしてカレー。黒竹炭カレーをちょっとすくってきました。どんな味すんねん。真っ黒なカレー。実は竹炭は体内の余分なものを吸着してすっきりさせる美味しい。デトックス効果、美肌や成長作用があるようです。海鮮丼よりこっちの方が体にいいかも。 B 級グルメも大好きです。コラーゲンたっぷりの土手焼き、焼きそばは大好物。焼き魚はサバに鮭、朝の定番です。おばんざいやフルーツも充実。ごちそうさまでした。チェックアウトです。10時半、9時半乗り遅れました。亀の井 T シャツ。お父さんがびっくり。日本一でかい服。餅みたい。コラーゲンボディタンク。こちらは大阪のお酒でしょうか。お土産に迷います。あんまり関係ないけど、お土産買いました。ことか思った以上に美味しかったです。最後までご視聴ありがとうございます。ゆるいグルメ好きの方はぜひ高評価と登録をお願いいたします。食いしん坊ならここみたいなのがあればぜひコメント欄で教えてください。次回の旅グルメも多分ゆるいです。ありがとうございました。